こんにちは、たかしです。本日は4月20日土曜日、週末ですので、来週22日からのポンド円とドル円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。今週は縦軸と横軸というタイトルの動画を投稿してます。なかなか横軸に関しては皆さん意識されないところだと思いますが、この横軸の考え方すごく大切ですので、これを知っているだけでワンステージ上のスキルが身につけられますので、ぜひご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円の分析をしていきます。まずはポンド円の冷やしからです。昨日は陰線になっているんですね。ここのところずっと揉み合ってましたよね。高値圏でいつ下落するのかみたいな、そんな感じのローソク足を今週はずっと出しておりました。そこから最終昨日は下落方向に動いたわけなんですが、以前から言ってますように基本的に今 GMMA の青帯上向きで上昇トレンド中なんです。ですのでやはり下がったところは買われやすいという、そういう形にはなってきております。ただ冷やしストキャスティクスは高値圏からデッドクロスして下落しそうな雰囲気にはなってきておりますので、昨日の下落がここからの大きな下落の初動になっていく可能性も十分ありますので、そこはご注意ください。現在は直近の高値 193.5 付近までもう一度上げてくるのか、それともこの直近の安値190円ぐらいっていうところを下抜けてくるのかっていうところに注目です。では4時間足です。4時間足を見ると節目がよくわかりますね。今まではこの黄色のボックスの中で動いておりました。それが昨日そのボックスの幅を大きく広げてきた感じですね。この緑のボックスの幅に変わってきております。ですので今まで揉み合っていた黄色のボックスを下抜けたので、ここからは次緑のボックスの加減を目指すような動きになるかもしれませんね。ただこのボックスを今どちらに抜けるかっていうところを見ておりますので、上抜けた場合は先ほど言ったように 193.5 付近、そしてこの緑のボックス下抜けてくると色々節目はあるんですが、最終的にはこの辺りですね、この白いライン付近188円付近までの下落を考えておきたいです。まずは今はボックスの中で動いているので、昨日は緑のボックス加減まで下落してからの急反発になってますが、再び下落してきておりますので、週明けもしかするともう一度この加減を目指してくる可能性がありますし、もし週明け上昇から始まった場合は、この黄色のボックスの加減がレジスタンスになるかどうかを確認しておきたいです。レジスタンスになればそこからの下落で緑のボックス加減を目指すでしょうけれども、もし黄色のボックスの中に戻されてきた場合は、再びこの黄色のボックスの上限を目指していく。そしてボックスを上抜けてくると、先ほどの 193.5 付近が視野に入ってきますので、その辺の動きを見ておきたいですね。今かなり方向感なく動いておりますので、分かりにくいところではトレードを控えていく。そして分かりやすい動きになった時だけトレードをしていくっていうことを心がけてみてください。では1時間足です。昨日はかなり分かりにくい動きをしてますよね。朝方に一度大きく下落して、そこから全戻し、そしてまた夜中に下落してきたという、そういう感じですので、今下落で終わってますので、週明けもしかするとこのまま下落が継続して、一旦は緑のボックス加減ぐらいまで下落していく可能性がありますが、動き方としては先ほど言った通りですので、その動きをイメージしておきたい。基本的に1時間足、今高値を切り下げ、そして安値を更新してきておりますので、下落トレンドではありますので、この GMMA の向きに従った方向にトレードですね。GMMA の青帯が今下向きになってきてますので、一度上昇したところからの戻り売りっていうところを考えておくといいと思います。ただ先ほど言ったように黄色のボックスの中に戻されてきた場合は、ボックスの上限を目指す動きをしてくると思いますので、そこはご注意ください。ではドル円の冷やしを見ていきましょう。こちらは長い下髭になってますね。ここのところずっと揉み合ってますので、下髭といっても昨日は一旦下落したんですが、結果的にはこの揉み合いの中に戻されてきたっていうこんな感じです。今週は月曜日に一度上昇して、そこからずっと揉み合いですよね。ですのでこの揉み合い、昨日は下髭になっているので、ここを下抜けたと考えるんじゃなくって、まずはこの揉み合いの中をどちらに明確に抜けてくるかっていうところを見ておきたいです。では4時間足です。4時間足にするとその揉み合い、だいたいレンジが分かってきますよね。上限は155円の少し手前ぐらい、そして下限はこの辺りですね、154円ぐらいになってくるんでしょうか。そんな辺りでの現在はレンジになっております。今ストキャスティクスは高値圏にありますので、週明けやはり現在はこのレンジ上
上限付近ですし、ここからの下落の可能性は考えておきたいですね。ただし、金曜日の動きを見てもわかるように、やはり下がったところはすぐに買われるんです。現在 GMMA の青帯、上向きですよね。つまり上昇トレンド中。なので、下がったところは買われやすいので、こういうところ、金曜日強く下落したけれども、こういうところで売っていくと、今含み損を抱えた状態になりますので、今トレンドがどちらを向いているのかっていうのが分かっていれば、昨日こうやって下がってきたところから売っていくっていうことはしていないと思いますので、ですので、こういったすごく分かりやすい GMMA の向きをしっかりと確認しておくことが大切です。では1時間足です。日足も4時間足も上昇トレンド中で GMMA の青帯は上向きだったんですが、1時間足まで来るとちょっと怪しい雰囲気になってくるんですね。昨日の下落でこの赤いトレンドラインを下抜けてますので、ここからどうなるかっていうところです。先ほど言ったのがこの辺154円付近、この辺が下限となっていると。この辺が下限で155円手前ぐらいが上限になっているレンジですので、まずはこのレンジの中での動きを考えておきたい。そう考えると現在地っていうのはレンジ上限に近いところにありますので、もう少し上昇余地はあるんですが、今ちょっとずつこの高値を切り下げてきているんですね。ですので、もしかするとこの揉み合いの後、これ前回がそんな感じですよね。木曜日から金曜日にかけて小さな揉み合いを起こして、そこから金曜日ズドンと下落しました。今回も同じように今揉み合いをしてます。そして高値を若干切り下げてきてますので、月曜日もしかすると下落から始まっていく。そして安値を更新していく可能性もありますので、その辺の動きにも注目ですね。逆にこの金曜日の高値を上抜けてくると、この高値切り下げっていうのを崩してくるので、そこからもう少し155円手前ぐらいまで上昇していくかもしれませんので、現在の揉み合いを上に抜けるのか下に抜けるのかというところに月曜日は注目です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。